今回は、バンブースタジオのプリミティブ図形の使用方法とキーホルダーの作成について説明したいと思います。それでは、新しいプロジェクトを作成し、モデルを作成していきましょう。通常は、ビルド画面に CAD で作成したモデルを取り込み印刷していきますが、今回はバンブースタジオの機能のみを使ってモデルを作成していきます。ビルド画面でマウスを右クリックすると、プリミティブを追加という項目が表示されますので、ここをクリックします。例えば、キューブを選択します。すると、このように立方体がビルド画面に表示されます。他にもシリンダーやコーンなども追加してみましょう。その他に、ベンチマークに使用するモデル図形も用意されています。例えば、バンブーキューブを追加してみましょう。次に、これらのプリミティブ図形を使用して、大きさを変えたり、合体や減算などのブーリアン演算を行う方法について説明します。最初に、こちらのキューブの大きさを変更してみましょう。キューブを選択した状態で、スケールアイコンをクリックします。するとハンドルが表示されますので、このハンドルをドラッグして、大きさを変えていきます。次に、シリンダーを選択し、キューブの上に移動します。そして大きさを変更します。シリンダーの大きさは、このプレートに穴を開ける大きさとします。シリンダーを選択した状態で、スケールアイコンをクリックし、形状を変更します。次に、プレートとシリンダーを合体させます。左側のプロセスの横のオプションを全般からオブジェクトに変更します。すると、プレート位置に配置されたキューブ、シリンダー、コーンが表示されているのがわかると思います。コーンは、今回使わないので、デリートしておきましょう。すると、プレート位置には、キューブとシリンダーが残りました。それでは、シフトキーを押しながらこの2つのオブジェクトを選択します。そして、右クリックしてマージを選択すると、この2つのオブジェクトが合体します。すると、アセンブリーの中に、これらのオブジェクトが配置され、一つのオブジェクトに統合されます。このように統合されたアセンブリーをドラッグして動かすと、プレートとシリンダーが一緒に動くことがわかります。それでは、このアセンブリーを用いて、ブーリアン演算を行ってみましょう。それでは、このアセンブリーを選択した状態で、メッシュブール演算を選択します。すると、このような画面が表示されます。ここで、パート1の選択ボタンをクリックした後、プレートを選択します。すると選択が、選択済みに変化し、その横にキューブと表示されます。同様にパート2の横の選択をクリックし、シリンダーを選択します。すると選択済みの横にシリンダーと表示されます。ここで、違いと書かれたタブをクリックします。今回は、キューブに、シリンダーで穴を開ける減算ブーリアン演算を行うので、入力を削除オプションにチェックを入れます。そして違いボタンをクリックすると穴が開けられます。このような操作を行うと、キーホルダーなどのプレートを作成することができます。それでは、別の例を実行してみましょう。右クリックして、プリミティブよりキューブを追加します。もう一つ、プリミティブの中より球体を選択します。
球体の位置を移動し、キューブと演算できる位置に移動します。このように、重なる部分ができるように配置しました。このままの状態であれば、球体は自由に動かすことができます。それでは、コントロールキーを押しながら、この2つを選択します。次に、サイドバーより、選択された2つのオブジェクトを右クリックし、マージを選択します。すると、この2つのオブジェクトが合体し、1つのアセンブリーになります。マージしたアセンブリーは、のように一緒に動かすことができます。それでは、このアセンブリーのコピーをコントロール C で取り、コントロール V で貼り付けましょう。それでは、このアッセンブリーに、先ほどと同様に、メッシュブール演算を行ってみましょう。まず、パート1の選択でキューブを選択します。次に、パート2の選択で球体を選択します。先ほどは、違いタブを選択した状態で入力を削除オプションを有効として違いを押すと減算演算が行えました。このケースでは、キューブに丸い凹みができた状態となります。これが減算です。こちらがマージ合体です。それでは、もう一度コピーして別の演算を行ってみましょう。このアセンブリーを選択した状態でメッシュブール演算を選択します。先ほどと同様にパート1にキューブ、パート2に球体を選択します。次に交差点タブをクリックし、入力を削除のオプションを有効とした状態で、交差点ボタンを押します。すると、このようにキューブと球体の重なった部分が残り表示されます。これが積演算です。それでは次にこれらのプリミティブを削除して、SVG 画像より、オブジェクトを作成する例を見ていきましょう。右クリックしてプリミティブを追加より SVG を選択します。ダイアログが表示されたら、SVG ファイルを選択します。例えば、このファイルを選択してみましょう。すると、SVG 画像が立体化された状態で表示されます。それでは、このモデルを使用してキーホルダーを作成してみましょう。台座となるプレートを作成します。プリミティブを追加より、円柱を選択します。そして、スケールツールを使用して大きさを変更します。SVG 画像と同程度の大きさとなるように、ハンドルを使用して調整していきます。次に、こちらにリング取り付け用のホールを作成していきます。外枠となる部分をシリンダーで作成します。このシリンダーの高さを、プレートと同じ状態に調整します。また、縦横も調整します。次はホールとなる部分をシリンダーを追加して作成していきます。このシリンダーをコピーし、大きさを調整します。大きさを調整したら、ホールの外枠の中に配置していきます。それでは、先ほどと同じように減算を用いて、穴を開けましょう。これが内側のシリンダーです。そして、
こちらが外枠のシリンダーとなります。まず、両者のシリンダーをマージさせます。ここで2つのシリンダーの高さが同じなので、後で選択しづらいので、内側のシリンダーの高さを調整しておきましょう。スケールツールを使用して、少し高さを伸ばしておきます。それでは、このアセンブリーを選択し、メッシュブール演算をクリックします。そして、外枠のシリンダーと内側のシリンダーを選択し、減算処理を行っていきます。これでリングのホールが作成されました。あとは各パーツの合体です。リング、台座、SVG 画像部分を選択しマージします。これでキーホルダーが完成しました。このように CAD を使用しなくても、バンブースタジオだけで、このようなモデルを作成することができます。